どうも皆さん、カイトです。チェーンフックの復讐劇サンナビをご存知でしょうか。こちらは2023年11月9日に任天堂スイッチSteam でリリースされたゲームになります。早速エンディングまでクリアしたんですけど、ストーリーが病的に面白いワイヤーアクションでしたね。サイバーパンクのディストピアな世界観が余すことなく 2D ドットで描かれたディティール、手触りがすこぶる爽快なアクション性と練りに練られたストーリーラインはどえらい面白かったです。今回はサンナビというおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですけど、主人公がサンナビに復讐を誓うワイヤー 2D アクションです。難易度はイージー、ノーマル、ベテラン、レジェンドとありますが、私はノーマルでプレイしました。サイドビューのステージをワイヤー1本で飛び回り突破していくのが鍵。壁や天井にぶち当てながらスピード感あふれるキャラクターを操作していきます。一面一面を確実に攻略していくステージクリア型と思ってもらって大丈夫ですね。敵との戦闘時もワイヤーを駆使し、その場で叩き潰したり投げ飛ばしたりして破壊できます。ちなみにバフのような強化要素は存在しないため、プレイングが重要になってきますね。基本的にはワイヤーで爽快に空中を駆け巡りながらステージを進んでいき、マリと楽しい会話をしながらサンナビに着実に近づいていきます。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなのですが、1、圧倒的に推したいストーリー。本作はワイヤーアクションを売りにしていますが、それだけではありません。練りに練ったストーリーラインを構築しているのがサンナビ。冒頭から主人公の愛娘がサンナビの陰謀により悲劇が生まれ、それの復讐という観点からすでに惹かれるんですけど、ある街での天才ハッカーマリという女の子との出会いで大きく物語は動き出します。街には人が一人もいない光景から隠された陰謀論、軍との関わりの裏側など、それが徐々に明かされながら完璧な伏線の回収は目から鱗でした。 2D ドットでのキャラクター描写が全て細かく表現されているのもプレイヤーにすごく伝わるのも良くて、このモーションを一つ一つのこだわりが随所に感じ取られました。ドットイメージとしては刀ゼロやミスト探偵に近い気もします。プレイすればするほどサンナビの正体ってなんやねんという点においてもやめ時が全くわからなくなるほどののめり込み具合が最高でした。ラストにかけては類性を持ってかれたのは内緒の話。文字小さいけど。2、プレイングが楽しいワイヤーアクション。主人公の右手から繰り出されるチェーンフック、つまりワイヤーでのアクションがとてつもなく楽しい。丁寧なチュートリアルでスタートし、頭と指に操作性を完璧に把握させてからステージに挑戦できるのは優しくて、ワイヤーで効率よく進めた時の爽快感がとてつもなく半端なく、操作の手触りもテンションが上がりましたね。全然うまくいかない時も多々あるんですけど、それはなんとなくバランス取れてて、焦った時でもめちゃくちゃワイヤーを出しまくってたら結構なんとかなるのもいいっすね。ボス戦の数は少ないもののワイヤーを巧みに使ったバトルがうまく展開されているのも今まで培ったテクニックを披露する場としては最適でした。3、2D ドットがとにかく素晴らしいグラフィック。先ほどにも触れた通りにキャラクターの作り込みが半端ないので、どんだけモーションあんねんって思うぐらいに一つ一つ細かい動作をドットで表現しています。娘ちゃんの動きが全部可愛いのがやばい。さらにイベントごとでのモブキャラたちとの会話や美麗なドットデザインの背景描写は次はどんなん来るねんというワクワク感を醸し出してくる演出も素晴らしいポイントでしたね。この細部へのこだわりがキャラクターへの感情移入をしやすくしてて、特にマリちゃんの心境が進むにつれて理解できていったのはなんていうか泣ける。4、クリア時間は11時間。ノーマルでエンディングまでのクリア時間は11時間ほどでした。前半はスイスイいけると思うんですけど、後半はアトラクションステージ三昧で難易度がめっちゃ上がるんで、ストーリーをゆっくり楽しみたい方はノーダメージのイージーでも全然 OK です。むしろストーリーをとにかく楽しんでほしいんで、アクションに不安がある方はイージーで堪能してほしい。難易度調整が手軽にできるのもプレイがしやすかったですね。以上になります。ワイヤーを使って全てを網羅
ラするサンナビ。とてつもなく可愛い娘のダッシュ飛びつきにびっくりしながら復讐に走る徹底ぶりのワイヤーアクション、次は次はと先が気になるストーリーラインに、最後は涙腺が崩壊してしまう期待以上の満足感。この機会にぜひサンナビの謎に迫ってみませんか。きっと前半のステージと後半のステージの難易度が大幅に変わって、ここで諦めるわけにはいかねえって自分に言い聞かせてのステージ突破になること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。通行 C でも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。